ですね。発表されたてほやほやですね。今ちょっとダカールチェッカー受けたぐらいの感じの2025年から普通自動車免許で 125cc 乗れるようになるっていうニュースがありますので、そうみんなこうバババババっていきたいですよ。ちょっと120周年の時に作ったバイク。本当だね。ちょっと待ってください、これ熱いですか？加賀山さんところのドカティ、これねスーパーバイクでチャンピオン取ったマシンを加賀山幸雄さんがユッキーさんが引っ張ってきて、なんとドカティワークスマシンを日本の JSB1000 に走らせるっていう、それでまたねちょっと注目度は高まってますよ。そうなんですね、このバイクなかなか見そういうことができないんですね。じゃあそうなんです。なかなかねやっぱり今メーカーでエントリーしてるのはもう本当ヤマハぐらいなんで、このワークスチームがない、来るっていうのがね、ワークスマシンが来るっていうのが、そうかチームがね、そうですね。こう底辺から変えていったらいいな。そうですね。なんかも MFG の人に本当聞いてみたいですね。いろいろこれからの盛り上がり。これちなみにトライアルの電動マシンですよ。これ。もうトライアルが電動になっている。これはもうエンジンと一緒に競技に出てますんで。そうなん。黒山選手って。でも成田さんって書いてる。これは。成田さんって成田さんの。成田さんです。いた MFG の人が。成田さんってもうねなんていうんですかね、選手でもありますけどパフォーマーとしてもすごく有名な方ですから、やっぱりねすごい知ってますか？トライアルってあれですよ、シートがないんですよ。でタイヤぺっちゃんこなんですよ。でこういう道なき道坂とかをこうガンガン上がって岩の上乗ったりとかする競技なんですけど、足をいかにつかなく走れるかっていうね、競技です。そうでそれにサポートしていた某エネルギー飲料のレースクイーンを昔してましたので知ってるっていうね。この辺りはですね、海外の電動モーターサイクル系ですね。いろんな種類あります。まあここはもういろんな種類あるんでサクッといっちゃいますか。サクッと。本当ですね。すごいなんかスクータータイプから。こっちは本当により本格的なハイパワーのエネルジカっていう、去年までは元 E の一昨年か。元 E っていう電動バイクの世界選手権まで走らせてたブランドですね。ここはかっこいい。充電そこですよ。本当だ。でちゃんと充電口とか豆降っても大丈夫なようにあそこに入ってるわけですね。ですね。いやでもなんかバイクのユニットの中にバッテリーを組み込むそのスペースを確保するのはすごい大変な気がするんですよね。あと重心口もあるからね、やっぱりバイクって。難しいですね。なるべくバッテリーはね低い位置にっていうのは、なんか下にですよね。多分ね。パワーユニットの下にバッテリーを置いて、でもここのスペースしかないから、いかに高効率にするかということですよね。そうですよね。面白いですね。見どころたっぷりです。まだこれからのジャンルなんで楽しみですよね。でまだまだこれからと言いつつですね、ついに日本のメーカー川崎さんも電動バイクはもちろん今度はですねハイブリッドシステムを。そうですよ。やっぱね川崎さんほらトヨタと一緒に水素作ったりとか。そうなんですね。やっぱりね。もう国をなんかこうサポートするぐらいの企業ですもんね。重厚がありますからね、やっぱりね、ここは。これがまさにこれがハイブリッドじゃないですか。かっこよ。だってヘブって書いてるもん。Z7 ハイブリッド。でかっこよ。450cc のエンジンにモーターがついてるので、システム最高出力がどうなってるの？モーターが12でシステム最高出力が69ってことですね。だからエンジンが58なんで総合がこれってことですね。なるほど。トルクがねやっぱ太いんで、モーターを使うともうバックスタートできるんじゃないですか。これは。なるほどね。そこをいかに安定させて進めるかっていうのもやっぱ川崎さんの技術の見せ所になってくるじゃないですか。そうですよね。その辺はねもうすごいお上手だとは思いますけど、これ Z のいわゆるネイキッドストリートファイター的なものの Z7 ハイブリッドと、こっちは E バイクなんで完全電動ですね。こっちは電動モデルなんですね。ZE1 というどこにモーターですね。縦に入ってるの？すごいちっちゃいですね、パワーユニットが。もったりさがないですよね。ね。そのスタイリングに。軽快な。
これは250クラスになるのか125クラスだったかどっちかをちょっと忘れちゃったんで。なるほど。あとはじゃああれですね BMW さん、隣でしたね。はい。これに乗られたんですか。そうですそうです、これですこれです。さあというわけで、もう BMW モトラッドブースにやってきましたけれども、これです。私がポルトガルで乗ってきたやつこれなんですけど、今ちょっとありがたい感じでね上に上がってますけど、触れない感じ。そうなんです。はい、試乗動画もこちらの方でぜひご覧いただきたいんですけれども、もうこんななりしてスーパーイージーなので取り回しが、ただねちょっとやっぱり電気バイクなので重いですね。あと普通自動二輪免許で乗れるっていう、原付免許とかでは乗れないっていうなんですけど、実は本国では超低出力バージョンもあって、免許なくても乗れるやつがある、同じ形で。そうやっぱりね、そういうなんか欧州はそういうところがちょっとね、成熟してますよね、考え方が。もうなんかデザインが独特ですよね。そうなんかね、上のシートのところはタンデムも一応できるようにはなってるんだけれども、これステップ2個あるじゃないですか。バックポジションで乗れたりとか、あとこういう風に普通にこうスタンディングポジションで乗れたりとかするっていう2つの、だから後ろの人用のステップだけではないっていう、こうマルチな使い方もできたりとか、上のシートはスケートボードをイメージして作ったとか、結構ね、はい。あともともとのその画面があるんだけど、スマホのホルダーがあって、あります、ね、そう2画面にできるんですよ。でコネクトできて、でそれをこのファンクションキーで操作できるっていう、ハンドルの横のね。で上の画面と下の自分のスマホを連動させて、ナビはスマホに表示させて、そこでこうズームしたりとかいうのをそのファンクションの中でできる。便利ですね。便利です。だからすごいね、そう面白い。若い人たちに向けて気軽にもっと乗ってくださいみたいな。そうなんですよ。で今までやっぱりね BMW モトラッドってすんごいでっかかったから乗れなかったんですよね、私たちが。だけどこれとかだと、パッと乗れるサイズが出てきたよっていう。そうですね。スクーターもね2種類ぐらいありましたけど、ちょっと高価なねものだったし、大型免許が必要だったりねしたんで。いや、こうやって見るとちょっと私バイクの知識が全然薄いことをちょっと恥ずかしくなってくるな。僕もね本当に知りたいな、これは。まだまだ全然最近のバイクを本当にちょっと勉強不足で。これですか？お、これですか？これがいわゆる310なんで中面で自動二輪普通免許で乗れる BMW のアドベンチャースタイル。すごい。さあというわけで乗ってみました。いや、でっかいよ十分でっかいですよ。でもいけるかも。これでエンジンが310ぐらいの重量になると意外とこうやったらいけるかも。なんといってもやっぱり中面で買える BMW っていうのはいいですよね。本当にね。そうですね。所有できるっていう可能性だけでもちょっとときめきますよね。でもね BMW とかホンダってその車を作ってるメーカーはちょっとこう車のその作り方、バイクの作り方がもうちょっと違うんですよね。考え方がめちゃくちゃ安定してる。もうこけないし、直進安定性すごいし、シフトのフィールがもうめちゃくちゃ滑らかなんですよ。なるほど。だからそういうことを考えると、これ乗っちゃったら意外とスルンとこうそのままバランスよく運転できるんじゃないかということで、BMW にじゃあちょっと試乗してみようかな候補者が入ったらっていうね。ぜひ。そうですね。そうやってこうだんだん自分の仕事を増やしていくでそうか。いや今だってさ、ハーレーにもあるじゃん、中面のやつ。どんどん今バイクメーカーが割とダウンサイジング化してるんですよ。だから我々日本人のその中型、普通自動二輪免許っていうのがある国の、人種としてもちょっとすごく嬉しい選択肢が増えますね。輸入っていうね。今まではほら600以上とかしかなかったから。そうですね。はい。そしてやっぱトライアンフ？トライアンフですよ。やっぱりね。海外人気を結構押し上げたのって結構ねトライアンフの力大きいんじゃないかなと思っててですね。いろんなトラディショナルなスタイルからレーシーなタイプまでいろいろあるんですよ。で、なんていうんですかね。おしゃれ。ちょっとねブリティッシュな感じのおしゃれさがありますね。ヘリテージ感のあるというか。峰不二子って憧れませんでした？峰不二子憧れますよ、みんな。それはみんな好きでしょね。なんかこれまたがってるとほらエンディングの峰不二子っぽくそうですね。そうですね。そもそもなんか SR とかも割とね
ちょっとこうねトライアンフ乗れないから SR でっていうところもねなるほどなるほど。なくはないですね。ミニトライアンフ的なまさにこのトラディショナルな感じそうですよね。私ね実はね試乗してます。あ、そう以前はい水冷になってからのやつをはいちょっと癖がある、ちょっと癖のある、それが多分ファンの人が好きなところだと思う。でもツイン独特のねこの鼓動感というかね、そうだからそれがね癖というかなんていうかキャラがあるというかね、そんな感じがしますよね。下のトルクがあってこうゆっくりな低回転でどこどこ走る感じですね。そうだからね結構頻繁にシフトアップするとスカスカしちゃうの。なんか割と下のトルク下のギアで走った方がいいような感じですね。あとねこの子結構重いんですよね。だからその重量が結構ね重いので直進し始めると安定するんですけど、低速の時は女性はちょっと取り回しにこう割と勢いがいるというような感じです。あ、可愛い。可愛い。これ、ベースのエンジンはね同じですけど、スクランブラータイプにしてアップマフラーでオフロードを走れるようなタイヤをつけてアップハンデっていう。なんだけど、やっぱりトライアンフらしいデザインにまとめてるっていうところがまた個性的でおしゃれですね。だってシートに茶色使う？ね。普通黒とか入れるじゃないですか。そういうところがやっぱおしゃれですよね。でまたトライアンフがすごいのはやっぱりこの近未来的なこのかっこいいスタイルも作ってるっていうのがトラディショナルからこう先鋭的なデザインまでね。でもちょっとレトロ。なるほどなるほど。このハーフカウルの感じとかがレトロ。なるほどなるほど。結構な値段しますね。ですね、結構な値段です。ちょっとバイクの中では割となんかね、私は宮城光師匠に言われたのが車の値段とバイクの値段はゼロ1個足した感じで考えるといいよって言われた。だからこれは車でいうと2000万超えぐらいの価値があるバイクというふうに考えると価値が分かりやすいよと言われました。なるほどね。これいわゆるトリプルエンジンですね。3気筒です。なるほどね。はい。もうなんかね気持ちいいんですよね気持ちいいんですよね。こういうの本当に乗れるとすごい気持ちいい。本当に速度に乗るとこんな気持ちいいことないんですけど、慣れるまでちょっとすごい道路がめちゃめちゃ目の前にあるので割と怖いなっていう感じも最初はするかもしれないです。いやーでもいいボリューム感がめっちゃ気持ちいいですね。KTM で最後じゃあちょっと KTM あたりをいっちゃいますか。はい。ちょっと MV アグスタとこの辺のグループなんですけど。そうですね。私の元愛車 MV アグスタでございます。これ乗ってたんですか。はい、乗ってました。MV アグスタのブルターレっていうバイクを乗っておりました。それこそバイク界のフェラーリと呼ばれている。フェラーリは買えないけどMV アグスタは大丈夫でした。なるほど。これでもね1000なんですけど、1000の WR なんですけど、私は800に乗ってて、もうそれで十分です。十分ですよ。でもここまで来るとそれこそダウンシフトとかがオートになるので、サーキットで走ってても結構走り心地がいいとか楽な。こんな値段しなかったですその当時。こっちはやっぱり1000の WR だからこの値段なのね。500万。はい。500万超えですね。もう最近MotoGP の流れを組んでこういうウィングレッドって言ってね、ちょっとこうカウリング形状のものがついてたりですね。もうマフラーがすごいんですよ MV はね。なのでこっち側じゃなくて向こう側でを取るとすごいいい感じなんですけど、ちょっと竹槍みたいなマフラーがついてるんです。竹槍。はい、元彼でした。最後って言っちゃったけど、隣鈴木さんが最後かもしれない。そうですね。最後にしないでいきましょう。そして、KTM もあれですよ。スノーモービルとかも作ってるメーカーなので、エンジンのタフネスはすごいですよね。そうなんですか。そう本国では。KTM もこのストリートファイターで割とこう有名になって、そうですね。日本でもね、やっぱエンジンもよく走る。KTM ってボディがすごい軽いので、パワーウェイトレシオがね、扱いやすいですし、パワーもすごく感じやすいっていうので、ちっちゃいフルカウルとかもあるんですけど、
めちゃくちゃヒラヒラするの本当に。あとこのね三角のねトラスっていうんですか、このトライアングルの形状でボディ剛性が高い、そういうのを担保してるっていう製造的な、ね、はい、特徴も持ってる KTM スチールフレームで、はい、独特ですよね。考え方も独特。オレンジ色もね、そう個性的なでレディートゥレースっていうコンセプトがあるぐらい、もうこのまんまレースで走れちゃうぐらいな。いや本当に、はい、なのでちょっとコスパも高めです。これは吊るしでいいので。吊るし、はい、吊るしで吊るしよく使います、吊るしよく使いますね。はい。そしてハスクバーナー、ハスクバーナー、はい、同傘下のKTM と同じ傘下の、はいはいはい、バイクでございますけれども、ハスクバーナーといえばそれこそあれですよね、なんかこう草刈り機とかああいう系ですよね。そうですね。デザインがね本当独特でね、こういうとことかね、すごい独特。でもなんかこの会社のロゴが可愛いんですよね。ね、なんかこうデザイナーが作ったこだわったみたいな感じしますよね。あっちも可愛い。あ、ちょっとオフロードタイプとオンロードタイプね。はい、あっちのちょっと艶消しホワイトとかもちょっとハスクバーナーって白とブルーとイエローみたいな感じなんですけど、その白をうまく使ってて可愛らしい。やっぱりね、そういうデザイン要素大切ですよね。そうやっぱね、そうすごくバイクの方があれかも、デザインの差っていうのが、だいたいコンセプト、メーカーによってなんか何を押したいか全然違うっていうのが面白いですよね。しっかりとこういう、例えば鈴木さんだったはいそう最後イエローとかね、アドベンチャーのね、新しい V ストームっていうシリーズなんですけど、これもこっちはね 800cc なんでちっちゃい排気量もあったり。じゃあそっちの方が私は結構フレンドリーかな。 800cc ってこれこそアフリカツインとかと同じぐらいの、ね、はい、競合になってくるやつですね。じゃあちょっと乗ってみましょう。これは結構でも、はい、これ250です。でもね、分かる。そのねスリムなんですよね。エンジンがちっちゃいからタンクも細くてスリムだから結構軽やかに取り回せそう感は確かにあります。あともう見てください、これベタ足つくっていうすごいアドベンチャーだけど、しかもこれあれですかね、上げてるから実際にこう乗るときはもうちょっと足つきいいんじゃないか説。なるほど。ハニヤケースもねしっかりつけてるんで、これね、本当にロングツーリングでも安心ですね。いやもうこれで私モロッコ走りたいっすモロッコの道なき道を行きたいっす。すごい軽やかそうな良き感じの、失礼しました。そうね、これのケースがついてるときはこう足を抜いた方がいいんですよね。そうアドベンチャーというかツアラーというかね、GSX-S、はい、かっこいいですよね。いや本当ですね、特徴的ですよね。この辺のデザインがものすごい特徴的。そうこれはなんかヨーロッパ受けしそうな感じの顔ですね、割とね。やっぱりね、こんだけカウルも大きいと、ロングツーリングもねだいぶこう楽できるんじゃないかな。そうでしょうね。もう多分ほぼ車だろうな、こういうのは。もう一回またがって一回速度乗っちゃうと、あとはもうね居眠りできちゃう、ダメですよ。居眠りできしちゃうぐらい安定して走れそうな気はします。やっぱりあれですね、最近のメーターもデジタルメーターなんですね。本当だ、でっかいデジタルメーターがついてる。すごい。しかもこんなに大きかったらね、ちょっと天気悪くても、あとね、やっぱどうしてもバイクはバイザーがついてる、ヘルメットをかぶるからね、その視認性が高いメーターがついてるっていうのはすごくいいですよね。GSX-8S、800cc なんですよ。コンパクトですよね。800あるの？これで？めっちゃ速そうじゃないですか。ツインね、2気筒で。これはね、そうですね。ちょっと女子だと取り回し無理かも、駐車場でのここの重さで。けど乗りたいすごいですね、確かに。でこういうのがもうトレンドなんですね、このストリートファイター系、ね、この縦に2つ2頭がかっこいいですよね。このイメージビデオみたいなカットどうですかありがとうございます。ありがとうございます。差し出がましい真似をすみません。
まだでもこのマットカラーもいいですよね。最近のこう流行のねカラーリング取り入れてて、ね、やっぱちょっとこういうねトレンドあるんですね。ちょっとスタイリッシュな感じの。忘れてましたよ、はい、名車。名車。刀って聞いたことあるでしょ。刀名車ですよ。名車です。これも復活したのご存知ですか？知らないです。そうなの？刀が復活したんですよ、現代に。いつ？2年前ぐらいかな、もうちょっと前かな、ごめんなさい。結構前。ちょっと結構前ですよ。結構前です。もっと前かな。それはもう小学校の時に男の子みんな乗りたいバイクだったでしょ、これね。刀。そうですよね。刀か忍者かはやぶさか。ハンス・ムートさんっていうね方がデザインして、独特のこのスタイルを。刀って書いて、でも確かに日本人よりもその外国人の方がこういう名称とか刀忍者とか好きそう。ああ、なるほど。でそのすごいいいイマジネーションを持ってそう、日本人にはない。すごいですね。でもね、当時のデザインを本当に絶妙にこう進化させて落とし込んでる感じがしますね。まあでも復刻者ってそうですよね。割とディフェンダーとかもそうですけど、ちょっとヘリテージを大事にしてね作るっていう。でもこう割とこうなんていうのかな、そのショートオーバーハングというか、もう全然オーバーハングしてないんだけど、このライトのところがめっちゃ短くて結構こうギュッとしたデザインなんですね。8S に対してこれは 8R ね、カウルイング付き、フルカウル、ね。なるほどなるほど。S が上だけ、はい、フルカウルが下もあるっていう、はい、8R。これもかっこいいですよね。やっぱね、私はバイクはどうしてもフルカウルが好きなんですよ。ああ、なるほど。はい、乗るならね、スーパースポーツ系ね。はい、スーパースポーツ系が大好きです。本当はすごい大好きなんですけど、なかなかライフスタイルと重ね合わせると、まあね、フルカウルのバイクが欲しいなと思いながら今持ててないという感じですね。まあ、大体ちょっと主だった車両メーカーさんを回りましたので、はい、たっぷりかな、これで。そうですね。取れ高は大丈夫ですか？はい、多分ね、いつもの最後まで見てくださる人がいるのかと思うぐらいの見てくださってる方ありがとうございます。いやでもちょっと情報をねギュッとこう凝縮したので、はい、ぜひですね、今年はもうちょっと間に合わないかもしれないんですけれども、モーターサイクルショー大阪東京で開催されますので、ぜひですねバイクの方も見ていただきたいですし、うちのチャンネルでも本当にねちょっとバイクのボリューム増やしたいんですよね。でなんとですね、この会場に来るとやっぱバイクのつながりの人たちと「おー久しぶり、バイクの仕事またしてよ」みたいな感じになってきたので、ちょっとおいおい何かまたね、本当はお仕事じゃなくてバイクはプライベートで乗りたいんですけど、ちょっと欲しくなってきたのでまた考えてみようかなという感じもいたします。再びすいません、はい、ご本人の解説で。そうこれはいこれです。はい、1980年のマーク2。もう名前が U 字号。 U 字号って名前ではないんですけど一応所有者が僕だよっていうことが分かるように書きました。めっちゃ綺麗ですね。かっこいい。はい、もう本当に手を加えてないところはほとんどなくて、はい、もちろんフレームとエンジンのベースはオリジナルです。はい、であとはだからもう排気量が1230に上がってるんですね。はい、はい、1230で、あとはそうね、これ鑑識クラッチ、スリッパークラッチが、はい、入ってるのと、これまたこの形状が綺麗ですよね。そうむき出しです。だからエンジンかけるとこれもカラカラ回ります。指挟んだらもう大変なことなんです。怖い、はい、そうで、あとやってるのは、まあキャブは吉村さんのキャブに変わってて、これさっきねおっしゃってた、はい、でブレーキ周りも全部もうてか手をつけてないとこはないですね。これはサンスターさんのディスクなんですけど、マッコイっていうブルドッグさんのブランドとのダブルネームで、でナイトロンさんの、フロントフォークにブレンボのブレーキに、マフラーがこれ手曲げのチタンなんですけど、いや気になってました。すごい綺麗な焼き色が入ってたんですけど、贅沢にもそれを黒く塗るっていう、塗ったんですね。塗ったんです。いやでも統一感が出ておしゃれです。そうでも、逆にこの色でいいんだったら別にチタンの手曲げにこだわらなくてもいいのに、一回焼き色を見た上で塗ったっていう。なるほど。とんでもなく入れた時にやっぱこうなんていうんですかね、チタンのいやもうね、入れる前からもう焼き色の綺麗だけど、あれを塗ったやつを入れてくださいってことで、僕らだから一回も焼き色を見ずに他のバイクについてるのは見たけど、僕のは黒でって言って、これも特注で作ってもらって、ブルドッグさんのサイレンサーで、これはあるものなんですけど、本来ここがグロスブラックで、ここがシルバーしかなかったんですよ。それも無理を言って全部
黒にマットブラックに。でその本当はここにバンドがついてるんですね。止めるやつね。止めるためのバンドが、それがない方がすっきりしてるんで、ここで止めてもらってオリジナルのステーも作ってもらって、ステーから全部作ってもらいました。でビス止めにして、はい、ビス止めにして、全部だからワンオフですよ。綺麗です。ありがとうございます。美しい。ちなみにカラーリングはこれ80年のマーク2のカラーリングで、めっちゃマニアックなんですけど、こだわりがすげえ。そう79年と80年しかマーク2って作られてないんですけど、80年はアメリカのリンカーン工場で作られたいわゆるリンカーンブラックと言われるこのカラーリングなんですけど、当時エディ・ローソンが、川崎チームにジョインした時に初めて乗ったバイクが実はこれなんですよ。若かりし頃の。でこれで1回優勝したんですけど、レギュレーションの問題で優勝が取り下げになっちゃった幻の優勝と言われていて、その後今でいうローソンレプリカとかありますけど、あのバイクに乗って大活躍をしたんで、ローソンといえばあっちのイメージが強いですけど、初めて乗ったらこれなんです。このカラーリングでマーク2とも書いてないやつなんですよ。本当贅沢な。でもその歴史があるっていうのがまたちょっとね、くすぐりますよね。なんかそうなんですよね。なんかそこにこだわりたくなっちゃって、だからちょっとレーサー意識でウインカーとかもやっぱりレーシングバイクにはついてないんで、目立たないように。どこにあるんですか？目立たないように。目立たないように。これです。でもやっぱり道交法上つけなきゃいけないから、これちゃんと車検対応なんで、極力目立たないけど、ちゃんと機能としてはもうつけたらバッチリ。リアもここに明るい。おわちっちゃい。これももう探して。そう、これも僕はお願いして、もうウインカーとかそういうのは極力もう目立たないように。もともとどういう状態で？もともとはボロボロでした。アメリカから。そうですよね。80年のアメリカから来た状態で、ヘッドライトももうなくなってたし、キャブもここがもうボコンと外れてたし。キャブは外れますよね。で椅子も当時の、アメリカのやつってなんかちょっと社長椅子みたいな、なんかねすごいでかかったんですよ。それも全部もうだから残ってるのはこのフレームとエンジンですね。それ以外はもう全部オリジナルですね。サビとかも結構あった。サビもありましたけど、全部フレームこれ1からこの1230に耐えられるように補強し直して。合成も全部なんだ芯出ししてバランスも整えて、で中これ実はカムとかも全部ボスナーとマッコイさんが新しく作った軽量のカムが入ってたりとか、カムシャフトは吉村さんだし、もう何もかもがオリジナル。すごい。だからこれですね。こことこことここだけが純正。もうでも一から作ったと等しいぐらいの手がかかってるということですよね。すごいな。手もお金もかかってる。大変なことになってます。もうちょっと見ないようにしてます。本当に。そうですよね。もう怖すぎて。そうですよね。ちょっとそれは聞かないでおきますね。なかなかとんでもないことになってる。素晴らしい。でもちょっといいものを見せていただいて。ありがとうございます。すみません、立ち寄っていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。実は自転車のイベントですよね。覚えてますよ。いやだからどこでお話ししようかなと思ってたんですよ。覚えていただいてたんです。覚えてます。4月1日自転車のイベントで東京タワーの下にあるスタジオでご一緒して、道交法改正で自転車ヘルメットがかぶりましょうねっていう。着用義務になった時に出演いただいて、めちゃめちゃいいコメントを連発いただいて、そうなるべくかぶってねなんだけど、かぶった方がいいよっていうメッセージをみんなで伝えて。すいません、そんなとこでもつながってて。本当ですよ。本当ですよ。いやいや本当にこちらこそありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。出ていただいて申し訳ないです。どうもありがとうございました。素晴らしい。というわけでですね、久しぶりに東京モーターサイクルショーにお邪魔しました。一日本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。もうね、こってり連れ回して、でも本当におかげでトレンド分かりましたよ。どうでしたか、久しぶりの二輪業界。もう欲しくなる。欲しいの一言ですよ。まあね、最近本当にいろんな輸入メーカーもいろんな個性があるんで、まあ自分が欲しいものってきっと見つかったんじゃないですか。なんか。いや、そうなんですよね。やっぱり
輸入税が今どんどんそのダウンサイズしてるっていうのがやっぱホットで自分の中では、でそれはやっぱ私は体格が、自分の体重もそんなに重くないっていうのもあって、その大きなバイク、輸入バイクが欲しいんだけど、大きいのはちょっと取り回せないなと、走り始めるといいんだけど取り回しがやっぱりねすごいしんどいので、ちょっと怖くて降りちゃったんですよね。なのでやっぱり輸入税の中でもすごいダウンサイジングが進んでいて、気軽に乗れるバイクが増えてるっていうね、そこはすごく気になりますね、やっぱりね。でまたもちろんその普通免許で、ね、自動車免許で乗れる 125cc クラスもね、出てきたので、来年からね、ああいうちっちゃいバイクでまたキャンプを楽しむっていうね、ゆるキャンね、楽しみも、増えてるんで、バイクで何をするかみたいなね、そうですよね、また増やしてください。そうですよね、もうちょっと真剣にどうしようって、今日帰ったら悶々としたいと思う、悶々タイムを楽しみたいと思います。はい、というわけでですね、うちのチャンネルでもですね、ちょっと二輪の情報を増やしていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそです。ありがとうございました。さあというわけでですね、本当にカブトのヘルメット、私はもうリアルに使ってきたのでですね、ぜひお手に取ってご覧いただきたいですし、ぜひですねかぶってその良さっていうのをね体感していただきたいです。さあというわけでですね、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。